正弘のうまいのなんのうまいのなんの正弘です。今回は湯河原にあります皆さんご存知って言ってもなかなか行ったことがないという方が多い飯田商店です。おそらく日本で一番有名で一番人気の、お店だと思うんですが、1000円の壁っていうのが、ここずっとあったところをおそらく軽々と早々と超えていったお店の一軒だと思うんですね。そこで飯田翔太さんにその1000円の壁っていうのをどんな風にして超えていかれたか、そのお話とラーメンにかける思いというか、ラーメンの魅力がどんなところにあるのか、ご本人に伺ってまいりました。どうぞご覧になってください。うまいのなんの。チャーシューにイカの香りとチーズと出して、すごい綺麗な美しい。湯河原の飯田商店に、伺ってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。っていうかもういただいちゃったんですけど、もうようやくの思いで飯田さんにお話伺える。はい。ラーメン素晴らしかったんですけども、ありがとうございます。まず今年おいくつなんですか？今年46です。そうですか。はい。いつからラーメン始められた？ラーメン始めたら24、5ぐらいですね。じゃあ20数年。そうですね。20年ちょっと。どこで勉強された？勉強というのはラーメンの修行には行ってはないんですけど、もともとはそのチェーン店から始めて、もう何もいろいろできてる状態の中だったんですけど、一方で日本料理を、やりたいなっていう気持ちがあって、ほんの少しだけやったんですよ。やったうちに入んないぐらいです。で基礎みたいなのは教わって、でそれでチェーン店に入る中でいろいろもっと自分で作りたいっていうなって、自分で研究というか、であとは先輩たちに教わったりとかしながら、やってきました。でそのラーメンに惹かれた理由は？ラーメンに惹かれた理由はやっぱり子供の頃からラーメンが本当に好きで大好きだったっていうのはあるんですけども、本当に惹かれたのはやっぱり佐野実さんの品そば屋の一杯ですね。あれが衝撃で、そう僕は佐野さんのラーメンっていただいてないんですよ。ラーメンは50年ぐらい前にガイドブックでは書いてるのに、一旦食べ物から引いちゃって、違うフランス料理、ラーメンから引いてしまったりなんかしてて、ラーメンが僕の視界から消えちゃったんですけども、40年50年前は自分のガイドブックの中でもラーメン取り上げてたんですが、だんだん豚骨がドロドロになりすぎて、こういうものをたくさん食べるとあんまり体に良くないなと思って引いてしまって視界から消えて、でそれからよく見ると佐野さんが一時代を築いたっていうか、ラーメンの鬼っていうんでテレビの番組見た思いはあるんですけども、注目してなくて、お店の飯田商店の前のあが小さいで麺っていうのも佐野さんの付け方ですよね。で飯田商店っていうのはどういうとこから付けられる？飯田商店というのはもともと自分の父親がここの家業で干物とか卸売のお土産をっていうことは湯河原が地元？隣町の真鶴がもともとなんですけど、で親がここの場所で商売を始めてたという。でご自分が開かれた場所はもうここです。もうそのまま名前もそのままでいいかなと。ラーメンおいくらで出してたんですか？一番最初は650円です。でずーっとの間なんか1000円の壁っていうのがあったじゃないですか。そうですね、ありましたね。それをどういう形で突破されたんですか？徐々に上げてはいったんですけども、いきなりいい食材ドーン使ってバーンと上げるとかっていうことになって、少しずつ全体的な皆さんの日本全国ラーメンに対する考え方、まだそうなってるかわかんないですけど、少しずつ自分の仕事をスキルアップしていって、
で上げていったっていう感じです。そのスキルアップの中に当然食材のこだわり方、もちろん、はい、そうですね、食材いろいろ探したりとか、自分が使いたいとか、人と出会ってこれを使いたいとかっていうのを、少しずつ取り入れていって、当然その、いいものとか、原価が高いものとかっていうのはもちろんそうなんですけども、それだけではなくて、やっぱりそれをどう使うのか、どういう仕事、どう向き合っていくのかってことで、ラーメンの味がこれだったら美味しくなったな、これだったらこのくらいいただけるなっていう基準で徐々に上げてきたつもりではいます。で1000円突破したっていうのはいつぐらいなんですか？1000円突破したのいつでしたっけね。いつでしたっけ。6年前ぐらいだったと思います。ぐらいです。割と早いですよね。そうですね、はい。ずっと900円台ぐらいで来てたんですけど、もうリニューアルを機にドンと上げて、はい。話が違ってフランス料理のもう亡くなられたジョエル・ロブションさんが、はい、僕にいつも言うんですけども、はい、自分は質の高い仕事が大好きで自分家でも料理作りたいと思うんだけども、目の前にある食材がもう一つだと全然作る気が起こらない言ってたんですけど、はい、やっぱりいい材料を見つけたり目の前にあるとやる気っていうか、美味しいの作るぞって料理人さんって思うみたいなんですよ。そうですね、はい。もう見つけたら、もう出会ったら、なんですかね、その場もいたいんですけど、すぐに帰りたくなります。もう早くラーメン作りたいっていう。やっぱりね、もう根っからの料理人っていうか職人さんだなと思うんですが、ラーメンが運ばれてきた時にチャーシューは、天城黒豚です。金子渉さん、はい、実を言うと、はい、私南青山のローブ牛で、はいはい、素晴らしい豚のロースをいただいて切って、はい、そのうちに生産者の方が増弘さんがいらっしゃる時に同じ日にテーブルで召し上がってる方ですからっていうんで、そうですか、はい、金子さん紹介されて、それでその後とんかつ .jp ってこれが表参道にあるところにも、卸されてるんで、そこでもお会いして、はい、もう金子さんのロース、それからベーコン、はい、もしくはハム、はい、もうとびっきりです。僕日本一だと思ってます。よかった、知らなかったです。それはそうやって思われてるのは。そうですか。で、はい、金子さんのものを作られてるんで、ずっと思ってたんです。金子さんのところの僕はロースとかベーコンいただいてるんだけど、あと僕もつだとか骨はどうしてんのかな。はい、もつは一番いい状態のやつは、ルクマ東京ってところに行ってます。ルクマ、恵比寿にあるんですけど、もともと金子さんとつながりが強くて、そこのルクマ東京っていうホルモン焼き屋さんに行ってて、熊井さんっていうシェフがいるんですけど、めちゃくちゃ美味しいです。で、熊井さんのベーコンもう最高に美味しくて、はい。骨はどこ行っちゃうんですか？骨はうちに来てます。そうですか。他にも行ってるとこあると思うんですけど、そうですよね。でも結局、スープやっぱり美味しさを突き詰めていくと、材料の質にも関わってくるから。本当そうなんですよ。だからいつも豚そのものが美味しければ、どこ食べても鼻っ先から尻尾まで美味しいに違いないんで、どこ行ってんのかなと思ってたんですよ。もうどういうきっかけなんですか？やっぱまず肉が美味しかったっていう、もちろん金子さんを紹介していただいて肉食べさせていただいてチャーシューにしてみたりとか、あとはどのぐらい寝かしたらピンク大体天城黒豚こんぐらいで来るなっていうのなんとなく分かってる上で、骨はどうなんだろうってやっぱ興味自然と湧くじゃないですか。でこの上に乗せてるチャーシューに対して、下が違う豚も入ってるんですけど、やっぱり同じ豚でつなげたいっていう気持ちはどうしても出てきちゃうんですよ。で金子さんになんとかなんないですかねって言って、じゃあなんとかするよって言って、そこから始まった。こちらにもちろん食べにいらしてる？もちろん、はい、来られてます。だから特に金子さんの豚さんの美味しいのは脂身のところ。そうですよ。答えられないくらい、皆さん油だとうわ敬遠するって冗談じゃないですか。ここに命があるっていうじゃないですか。はい、本当におっしゃる通りです。あそこの旨味だけもう群を抜いてますよね。群を抜いてます。甘くて、香りが高くて、だからやっぱりラーメン食べてチャーシューで香りがいいっていうのは
焼きをつけたりね、いろんな仕事を加えて味わい高めてる人はたくさんいらっしゃるんですけど、元々の豚で勝負しようっていうことでできちゃってるのは飯田さんのとこは最高かなと。もう本当にあれ自身がもう香味油というか完成そうなんですよ。ですよね。で香りもたくさん多分すごい複数の香りが多分存在してると思うんですよね、あの中に。だから美味しいってなるんですけど、あとは麺と絡まった、あともともとスープに入ってる油分との相性もがいい、マリアージュしていくというか、であと麺のその小麦に対して、またいい仕事してくれるんで、油が包み込んで、僕がもっと分析力が高かったら飯田さんのとこのスープがどういうもんかってもっと分かったのに間違いないんですけど。油を足してるとかじゃないんですか？豚肉にですか？スープ。スープには鶏の油も入ってます。チー油、はいね、黄色い。そうですそうです。そういう素材で言ったら、僕一番初めに伺ったのは2年半ぐらい前なんだけど、海苔も素晴らしいな、もっと素晴らしくなってて、ただ海苔が最初の時スープに浸っちゃってて、もったいないな、かわいそうだって僕海苔小僧で、お寿司屋さんでも海苔巻き巻いてると、しけっちゃん早く食べたいと思って握ってる人が出すのと海苔巻きの時手びちゃびちゃぐらい早いんですよ僕は。それで浅草の弁天山都の親方に気に入られて、あちこちもう10代の時にね、そんなに山ちゃん食べるのが好きだったら天ぷらはここだよ、うなぎはここだよって連れて行かれて、やっぱり食べっぷりを見られてたんですが、で飯田さんのとこもったいないなと思って、この間伺ったらちゃんと海苔が天空に浮いてるというか、湯気でね、しけっちゃうことはしけっちゃうんだけど、でも一番いい状態に丼の中に置いてあげようっていう、いやーさすがに進化してるなと思って。とんでもないです。そのいい食材を見つけるだけじゃなくて、その食材を一番美味しく生かしてあげるためのリスペクトがすごく海苔一枚の置き方に現れてるって、これは素晴らしいな。感じ取っていただいて、未熟な自分も見といていただいてありがとうございます。やっぱり佐賀に何度も行って海にも行きましたし、その中で漁師さんと触れ合ったりとか関係者と触れ合う中で、やっぱもっと大事にしなきゃって余計思うんですよね。で一回じゃ分かんないというか、やっぱ人間関係ができてくると、その人たちに残念な思いさせたくない経緯がもうもっとね、海苔がまた今貴重になってるんで、本当にそうですね。余計に美味しく食べていただかないと。で今日いただいてた横の人が海苔がちゃんと試験ないような箱に入ってて、あれは見られてました。特注の箱なんです。そうです。あれは特注なんですけど、もともと神田やぶさん、浅草の並木のやぶもちゃんとおじいさんが昼下がりの時に寄ってきて、そば一枚たぐる前にで海苔をなんか蚕が端を噛むような、ちょこっとずつ噛みながら一杯飲む。粋ですね。それぐらい大事にしてる。またやっぱあの出し方が海苔をまた美味しくさせますし、あとはやっぱりその値段もある程度しっかり取らないとっていうのがあるんですよね。漁師さん見てるんで、もう二足三本で上下ありますけど、やっぱりいいものはちゃんとした値段でっていうのが、やっぱりそこを守っていかないとっていうのも、だからそういういいものを見分ける味覚だとか嗅覚を飯田さんちゃんと持ってらしてて、さすがだなと。お塩も本当に僕が今までいただいた中の最高の塩ラーメンだと思うんですが、大体いただくと塩って書いてあるから、みんな塩味を期待して塩でいいと思うんだけど、飲み終わった時最後まで一杯平らげると残るんですよね、塩気。それは飯田さんのところは初めから感じさせない、最後までずっと感じさせるのは海の香り。それでもお塩で、もう塩を使ってるって言い当てられた時にちょっとびっくりしました。あの香りをなかなか感じ取れないと思います。でもミネラル分があるってワインを飲む人はよく言うんですけども、旨味の中に塩気よりもそういう海の成分と海の香り、最後まで海の香りを楽しめる塩ラーメンって、僕は飯田さん以外そんなに日本全国食べてるわけじゃないですけども、もうとびっきり素晴らしいなと思って。嬉しいです。でも塩も
通常だったら甘人の藻塩なんですけど、あれ焼いてから出してるんですけど、僕そこに現場見に行った時に焼く前の状態に舐めたら、こっちの方が美味しいんじゃないかなって言ってこっちくださいって言ってって言うんですけど、いやいいから絶対こっちの方が美味しいからって言って、焼かない前のも同じだと火入れする前のお醤油の味、そうですね、本当に昔のお醤油の味がする時あるんで、さすが木桶の香りから、僕はもう本当に分析力が乏しいからただいただいて美味しいなと思うだけなんですけど、素晴らしいな。だから初めにお醤油いただいて後に塩いただいても全然それは言えるかもしれないです。逆に言うと旨味をすごく感じる、やっぱりお醤油ってお醤油の香りが、ね結構あってラーメン食べたなって思わせるんだけど、その後にねちょっと塩は違うコースかもわかんないんだけど、飯田さん来たら絶対2杯食べたりね3杯食べる方もいらっしゃるんだけど、分かるな塩は本当に素材を食べたって感じで終わると思うんで、料理好きな人は余計にいいと思います。そうですね、はい、伺いたいことはもうたくさんですけど、今日はそのぐらいまでしか分からなかった。いやいや、とんでもないです。いや本当にお話を伺えて、いやこちらこそです。光栄です。ありがたいです。はい、またよろしくこちらこそです。よろしくお願いします。ありがとうございます。美味しくいただきました。うまいのなんの美味しくいただきました。いただいてみると、もうお出汁にしても、スープにしても麺にしてもチャーシューにしても、これだけ選び抜いて、海苔一枚にしてもこれだけ選び抜いてこだわったラーメン屋さんってやっぱりなかなかないな。日本のトップを行くラーメン屋さんの一軒だなっていうのを実感してまいりました。美味しくいただきました。